安楽っていうのは勝ち取るものでございますね。そういうことですね。安楽に気分でなろうっていう話じゃないですね、これ。楽したい、楽しい、イエーイではない。なくて、なんと向き合った修行ですわな、まあ日々の、うん、中で晴れ晴れと勝ち取っていただきたいというのが池田先生の祈りでございますということなので、最初はしんどいが、なんと自分がの泥と向き合う戦いを起こそうっていうことですよね。まあそういうことね。絶対勝てるのでと、続けていけば1ヶ月2ヶ月経てばこうちょっと楽になってくるというか、泥が流れてくるというか、そういうのを勝ちと言えると思うんですよね。楽になってくるっていうのは、安楽になってきたっていうのは難を乗り越えてきたってことだから、それは勝ちなんですよ。晴れ晴れと勝利したっていうことになりますね。なるほど。最初がいっちゃん進みが遅くてきつい、きつい。泥だからやっぱヌメヌメしてるというか、流れが遅い。最初がやっぱ大変なんで、これ進んでんのかって思うんですよ。もうそれでもなお続けていくことですよ。最初は泥水の中を進んでいくような感じなんで、遅い、成長が最初はね、遅く感じられる、時間の無駄なんじゃないかって思わされる、で続けていくごとにどんどん速くなってくるんです。僕新人教育の時に使った資料があるんですよ。そこで出てきたのが成長曲線図。あれみんな成長ってこう右肩上がりに一直線で上がっていくっていう風に直線本能っていうのでそう思うんですけど、実際の成長って指数関数みたいな、最初低空飛行なんですよね。ずっと思ったらこう急にある一点でこうグーって伸びてくるっていう、そのこと言ってんのかなと思いながら。そうですね、そういう社会現象もそういう傾向がある、で自分の生命の境界もそうだよってことなんですよ。ってことだよね。生命の成長の仕方もそういう風になっていくんで、最初がいっちゃん大変、変わってないって思いながらも続けんといかんから、僕これで泣かしちゃったことあるんですよ、若い子。泣かす、いい意味でね。その成長曲線図を使って、だから頑張れよみたいな、簡単に言ったらそういう風な講義をしてね。そしたらこの高校卒業したての子がいきなり泣き出しちゃって、本当その通りだっつってっていうのを今思い出しました。お前ね。では今回河本ということで、前回仏言方言で見れば仏教徒ではなくても菩薩界の人がいる、ね、仏教徒でも下道の人がいるっていう、そういう見方、世間は差別差異の世界だと、仏法は出世間だから、そういう表面的な差異を超えてもう共通の人間としてこう命を見ていくみたいなね、話でしたが、今一度ここしっかり確認しておきたい。よくコメント欄で聞きますけど、創価学会は偽本尊でとか言って、なんかよく見るよね。自分の宗教以外は邪教だみたいな、ちょっとね、なんつうのかな、その言葉をそのまま切り取ると差別みたいになっちゃうというか、ここがポイントなんですよね。現に小さい時そういう感じの雰囲気感じてたからね。すごい排他的だなって幼心ながらにも。学会の中でもね、ここの迷いが多分あるんですよ、同じ人間として見ていくっていうのがどういうことなのかっていうね。それがないと宗教対話はできないし、そりゃそうだ、少なくとも偽本尊だ、邪教だと言うてるうちはちょっと安楽から程遠いような感じがするよという、すごい薄っぺらいことを言ってるような、そんな感じですよ。日蓮聖宗、日賢宗の信徒もまた人間というふうに捉えていくっていう目線が持てるかっていうところです。悪い人間はいないと。悪い行いをする人間はいるけど、釈尊が言ってましたね、それね。だよね。創価学会も同様、ここを鍛えていかないといけない。厳しいですね。そこの場面でございます。いきましょう。宗教対話、人類を真の安楽へ運ぶ。斉藤、同じ人間であるという一点を貫けば、どんな宗教とも対話によって対立を克服していけるのではないでしょうか。池田、その通りだ。人間としての一点に仏法の平和思想の核心がある。相手の人格を尊重し、人間として対話もできないようでは、宗教が人類を不幸にする一方です。斉藤、昨年1995年制定された SGI 憲章は、 SGI は仏法の寛容の精神を根本に他の宗教を尊重して人類の基本的問題について対話し、その解決のために協力していくと謳っています。その根本精神もここにありますね。
もちろんその信仰者が利害や売名でなく人間として誠実に人類の幸福を追求していることが大前提ですが、一部利害とか売名みたいな感じで対話しようとしてくる人たちがいるっていう、そこはやっぱ見抜いてね、お互い認め合うはいいけど、やっぱ利害とかね売名しようとしてる感じをまた寛容にしてしまうっていうのもちょっとね言わないといけないことは言わないといけないしっていう、まあそりゃそうだ。対話を利用してくるような人も一部いたりするっていう、いるこう見抜けるかいるそう、検証でこうやって書いてあるのね。池田、もともと世界宗教の始祖と言われる人たちは一個の喫立した人間であった。マハトマ・ガンジーは言っています。世界で最も偉大な人は常に一人立つ。偉大な預言者たち、ゾロアスター、ブッダ、イエス、マホメットを見よ。彼らは全て一人立っていると。ガンジー自身も含めて人類の平和と幸福のために決然と立ち上がったのです。大誠実の闘争です。戸田先生は、世界の大宗教の宗祖が皆集まって会議を開いたら話は早いのだ。人類をどう幸福にするか真剣だから、すぐに話が通じるはずだ、と言われていた。この精神で私も文明間の対話に走っているのです。須田、その点、現代世界で世界的な紛争のために宗教が利用されているケースがあまりにも多いのは悲しいことですね。遠藤、日本でも学会を独善的、排他的だなどと決めつけてきた一部の勢力が政治権力と結託して国民の信教の自由を脅かしています。これなどもひどい矛盾です。寛容を口にしながら宗教弾圧という最も不寛容な行為に手を貸しているのですから。斉藤、日本人の浅はかな宗教観の象徴ですね。陰謀や暴力はそれ自体宗教の自殺行為であり、人間性の敗北です。須田、本来宗教の優劣は教義の深さは当然として実践者の行動と人格に現れるべきです。その宗教を実践する人がいかに人権を尊重し生命を守り人類を励ましているか、この事実の姿がますます問われてくることでしょう。道理証文よりも現象には過ぎずです。池田、牧口先生は軍事的競争、政治的競争、経済的競争の時代からやがて人道的競争の時代が到来すると予言されていた。すなわち武力よりも権力よりも経済力よりも精神の力、人格の力が問われる時代です。ますます世界はその通りに進まざるを得なくなってきている。須田、牧口先生の偉大な先見性に改めて感動します。池田、これが私どもの戦士です。創価学会の誇るべき創立者です。牧口先生、戸田先生の偉大さはますます大きく世界に輝いていくに違いない。否、断じてそうするのが弟子の使命です。そのためにも我々はこの世界市民の輩出競争で堂々と実証を示しきっていかなくてはならない。ともあれ、宗派や主義主張の違いを超えて全人類を安楽の境外に運んでいく。そこに法華経の知恵がある。その根本は対話です。我々の前進は紛争に明け暮れてきた人類の宿命を変える大運動なのです。このことを誇りとし、21世紀へ胸を張って進んでいこう。さあ次のところが最後の章になりますけども、さあその前にどうですか。ね、ちょっと教義の深さは当然として実践者の行動と人格に現れるべきです。いや、ここ刺さりますね。本当その通りですよね。シンプルにそこよねって話よね。いや、そうなんよ。教義が深かったらそりゃ、何がいいかって教義が深かったらそれは人格に出るから、その宗教いいよねってなる話だからね。そう逆、教義がいかに深くても人格に現れないんだったら、それはダメじゃないっていう。あんたに言われてもねーって思われちゃうだけだよね。そりゃそうだ。でやっぱ我々、こんだけ特に俺はね、深い深いって言ってんだから、これは人格に現れなあかんわけですよ人格に現れる人格に現れるものだと信じて
来てますけど、まあこれでも良くなった方なんだからね、まあかなり前も話したかもしれんけどもう暗い人を暗くさせるような人間だったんですから、喋れば人を暗くさせるような厄介な人だったんですよ。ずっと不機嫌だったしね、俺もでも機嫌がいいのは増えましたからね、これ、し、まあ、どこの現場でも本当に俺気が弱かったから舐められてた。で舐められることに腹立って、なんか感じの悪いことやっちゃうみたいな、まあ、そんなんが苦しかったんですよ。苦しいだろうね。そういうのがなくなってきたってことですよ、これ。あんまりそんな舐められるっていう感じがなくなってきたし、へでもなくなってきたと。そういう態度されてもそんなに機嫌悪くなったりしなくなってきたってことですよ。まあこれが一歩じゃないですかね、やっぱり人格作っていく上ではっていうことです、すぐ怒る人はやっぱね、そうよね、あれっていうのがあるんで、やっぱ感情優先型の人間でどうしてもいるじゃないですか。ちょっともうちょっとなんつうんだろうな、言葉がよく分からんけど、大人になろうって思う時あるもんね。そう感情を出すことはいいかもしれないが、いい感情を出すっていうかね、なんかこう振り回されてるっていうか、心を師とせざれですね、心の師とはなるとも心を師とせざれっていう有名な言葉ありますけども、ね、それ心っていうのは感情って捉えていいと思うんですよ、ね、感情の師匠にはなっても、感情を師匠としちゃいけない。そうだよね。感情に打ち勝っていくっていうのがまず人格の、人格者って言われる人たちの第一歩だと思いますんで、ね、感情を殺せとは言わないけどコントロールはできるようになろうよって思っちゃうよね。人格を作っていくってまずそこからじゃないっていう意味では、いやこの新人やったらそうコントロールできるようになってくるっていう意味では、サーフィンできるようになってくるっていう意味ではやっぱええもんだと思いますけどね。いやそう思いますよ。僕もだいぶその辺ちょっと寛容になってきたと思う、自分自身で。例えばどういうところで怒ってたんですか今までは。どうだろうな、やっぱりこう、仕事とかでもどうしてもミスとか、そういうねちょっとどうしようもないこととか起こったりするじゃないですか。自分のもしくは周りの、自分というよりはどっちかというと僕もマネージメント寄りなんで、その人に対してですよね、メンバーに対して周りのミスに対して強く当たっちゃったりとか、詰めちゃったりとかはあったんですけど、やっぱり伸びないんですよね。そこに気づくと、気づいたというか気づいて、今いろいろと立場持ち場もいろいろあるんで、いろいろこの仏法を試した上で実践してたら、そっちの方がやっぱ伸びるし楽しいんですよね。言ってるこっちも同じようなミスでもですよ、ミスがあった時のその一つ声のかけ方とか対応の仕方を少しこう変えるだけで、こんなにこうアウトプットが変わってくるのかっていうのは最近よう思いますわ。感情の師匠になりつつあるってことですね、自分自身に。やっとハンドルが握れたのかな。すごい話ですよこれ人格者の一歩でしょ、これ。そう思いませんか皆さんね。いやでもそういうところ多分何かしらあると思うんですよね。こう時間が経ったり大人になっていった人っていうのは。でもやっぱり感情に支配される大人も結構いますよって。いる全然いる。そういった部分では一抜けさせてもらうんですよ我々は。そうね。新人してる我々がね。これは信仰の力だと思いますしね。仏法本当哲学だよね。そうですね。その哲学を実践すると結果として現れてくるっていうのがありがたい。でこれが宗教ってやつなんだけど、なんか合理的というかこう書いてあることだとか。そうね。堀山さんも言ってましたね、仏教は哲学だって。なんか見たそれね、動画でやってました。仏教を学べみたいなね、サムネ出てたね。広まりつつあるんですよ、そういう一般化されつつある。そうですよね。なんか一神教とかってどうしても教義をルールを守りなさいみたいな厳格になんかね、イメージあるやん。イメージはあるし、理論っていうよりかただすがりなさいみたいな感じになっちゃうみたいな。なんか仏法ってこう哲学ってさっきも言いましたけど、どっちかっていうと感情の取扱説明書みたいな、なんかいいこと言いますね。なんかそんなイメージがすごい僕はあるっすね。面白い。自分自身を制御できるようになってくるっていうのは、これ人格者でございますね。最終章いきますか、そしたらね。ちょっと言っちゃった以上はもっと成長せなあかんな。いやもう成長するために追い込んでいこう。どんなそうね。いきますよ。はい。
言論の法輪を打ち出せ。遠藤安楽行本の最後の部分では慶中妙手の例えが説かれています。天輪女王は兵士たちの武君に対して武具や田畑や家や財宝などあらゆるものを褒美として与えた。ただし元取紙を頭の上で束ねた部分の中の妙手だけは誰にも与えなかった。なぜならこの妙手は王の頭上にただ一つだけあり、もしこれを誰かに与えれば家臣たちは大いに驚いて怪しむだろうからだ。しかし本当に大きな功労があった者には王は喜んでこの慶中の妙手を与えるであろう。この天輪女王と同じように仏も第一の法華経を長い間誰にも与えず胸中に秘めてきた。それを今初めてあなたたちのために説くのであると。文化ですね。元取り、ちょんまげみたいなってことなのかな。その中になんか入ってんの。なんか入ってる。初めて見たこの感じ。山本君の本だと妙手ってなってるけど、自分が読んでる本だと名手ってなってる。どっち読んでもいいっていうことでしょうかね。読み方がちょっと違いますと。はい。言いますね。須田天輪女王はインドの理想の王です。法華経がどれほど偉大な愛がたい教えであるかを例えたものです。天輪女王が名手を誰にも与えなかったというのは、釈尊が真実の教えを説かず、ずっと二禅言教を説き続けてきたことを示しています。池田、この天輪女王は車輪の形をした輪法という武器を持っていたとされるね。斉藤、はい、これを転がして悪を砕き国内を統治すると言われています。輪法は戦で使った車の車輪とも敵陣に投げ込んだ武器とも言われます。池田、王が輪法を転じたごとく仏は法輪を転じるのです。王の輪法がハードパワーであったのに対し、仏の輪法は言論による最高のソフトパワーと言えると思う。斉藤、法輪を転じることから仏の説法を天法輪と言います。初の説法を諸天法輪と言いますね。池田、仏教は本来縦横自在の対話の宗教です。対話、言論という武器で平和のために戦っていくのです。大聖人は天輪女王についてわずかな間に全世界を巡ると説かれている。友から友へ、ここから賢へ、国から国へと法輪を次々に転じ、自由自在に広めていく。悪に対しては破釈の精神で完全と戦う。これが仏の闘争です。以前、平和学の父ガルトゥング博士も仏教の思想を車輪に例えておられた。仏教は本来開放的であり、車輪が回転するように常に新しき知恵を発揮しながらその時代その時代の問題に取り組んでいくと。こうやって語っていくことは法輪を、武器みたいなことで、法輪を転じてるんだと。ぐるぐる回しとんのね。釈尊や池田先生が今若い世代としてこの今の時代に来てたとしたら、この SNS 使って俺は天法輪、法輪を転じてたと思いますんで、シェフの弟子として今先輩方ができなかった法輪を今 SNS 上で発してるわけですよ。そうね。そんなようなことでございますよ、これ。なるほど。すいません、僕はキャプテンアメリカの盾しか出てこんかったどういう丸いやつ法輪で法輪で丸いやつぶん投げてイメージそんな感じかもしんないね、一応武器扱いだからね、知らんけどはい、すいません。遠藤創価学会の運動もまさにこの通りですね。須田博士は先生との対談でこう言われていました。車輪は動いています。名誉会長は車輪の動きのごとく行動によって仏教の運動を発展させておられる。仏教思想の車輪を回転させることによって東洋と西洋を結ぶ原動力を与えてこられたように思いますと。池田、仏教の教えそのものが決して硬直していない。偏狭なドグマ性から自由であり社会に開かれている。博士はここに注目しておられる。須田、
仏教が社会の中に生き生きと脈動する宗教であることを実感します。池田、日々それを実践しているのが学会の同志です。言論という法輪を回して来る日も来る日も社会に平和の価値を生み出している。これほど崇高な姿はありません。一軒また一軒コツコツと激励や愚教に歩く。一人また一人と共から共に仏法を語っていく。その行動こそ天法輪です。妙法を世界に展示広げゆく甲府の天輪女王の行動です。その福運は永遠です。音菊伝には三世上皇に生じと巡るを天輪女王というなりと仰せになっている。今行動した分だけ来世も次の世もまた次の世もあるいは社会の大指導者となり、あるいは大科学者となり、大文豪、大経済人、大学者となり、また無名の庶民の王者となり、あらゆる長者の姿をとって妙法を根本に人々を救っていけるのです。大聖人は霊前浄土に安楽に行継すべきなりと仰せです。生きている間も死んでからも喜びに満ち満ちて霊前浄土へ行ける。生きていること自体が楽しいということです。生も歓喜、死も歓喜ということです。そうなるためにはご本尊に頂戴することが楽しい、共に仏法を語ることが楽しいとなればいい。言行が苦しくて苦しくてというのではダメです。ご本尊が親わしいと思わなければ信心は嘘です。斉藤、そうなれば本当に揺るぎない安楽ですね。遠藤、南足安楽という大聖人の教えは、そうした永遠にわたる大教会を築くための王道なのですね。池田、大難と戦って生命を鍛えに鍛えて必然たる自分を作り上げることだ。そこにこそ真実の安楽がある。ダンテの教外革命の書新曲にこうある。この山は裾野を登り始めこそ難儀なれど、登るにつれて苦労が減るようになっている。されば身も心もうらうらと楽しく、登るのが船で流れを下るほど気楽に思われてくると、いざ登り受け汝は応し、こう呼びかけているのです。山を登れば自分の境外も上がる。谷に下れば楽かもしれないが、最後は苦悩の人生です。絢爛たる創価の世紀の幕は上がり始めました。全同志が一人も漏れなく光線ルフの山という無常道を踏破し抜いてもらいたい。そして汝自身の揺るぎなき安楽の境外の王座を晴れ晴れと勝ち取ってもらいたい。それが私の祈りなのです。はい、いうことでございました。はいね、いうことで、安楽っていうのは勝ち取るものでございますね。そういうことですね。安楽に気分でなろうっていう話じゃないですね、これ。ね、楽したい、楽しい、イエーイではない。なくて、なんと向き合った修行ですわな、まあ日々の、中で晴れ晴れと勝ち取っていただきたいというのが池田先生の祈りでございますと、いうことなので、最初はしんどいが、なんと自分がこの泥と向き合う、戦いを起こそうっていうことですよね。まあそういうことね。絶対勝てるのでと、続けていけば1ヶ月2ヶ月経てばこうちょっと楽になってくるというか、泥が流れてくるというか、そういうのも勝ちと言えると思うんですよね。楽になってくるっていうのは、安楽になってきたっていうのは難を乗り越えてきたってことだから、それは勝ちなんですよ。晴れ晴れと勝利したっていうことになりますね。なるほど。でそれは池田先生の祈りであったっていうことで、またね、感謝とかを感じられればいいんですよ。そんぐらいになればもう歓喜歓喜の安楽の今日がなってくるっていう世界になってくるわけですよ、これ。そういうことですね。で今のダンテの話もありましたけど、新曲、最初がいっちゃん進みが遅くてきつい、泥だからやっぱヌメヌメしてるというか、流れが遅い、最初がやっぱ大変なんで、これ進んでんのかって思うんですよ。もうそれでもなお続けていくことですよ。ちょっとずつちょっとずつ、最初は泥水の中を進んでいくような感じなんで、遅い、成長が最初はね、遅く感じられる、時間の無駄なんじゃないかって思わされる、で続けていくごとにどんどん速くなってくるんですよ、この回転、天保輪とかいろいろ出てきたけど、その感じも分かってくる時が来るから、最初は回転が遅いから、その法輪も、
これすごいね。僕これ読んでてすごいびっくりしたのが、新人教育の時にちょっと使った資料があるんですよ。でそこで出てきたのが成長曲線図。これ多分インターネットでね調べれば出てくると思うんですけど、はいはい、あれみんな成長ってこう右肩上がりに一直線で上がっていくっていう風に直線本能っていうのでそう思うんですけど、はいはい、実際の成長って指数関数みたいな最初低空飛行なんですよね、はいはいはい、ずっと思ったらこう急にある一点でこうグーって伸びてくるってそのこと言ってんのかなと思いながら。そうですね、それを可視化したっていうかグラフ化した、ね、みたいな。すごいよね。だってこれ相当昔の人が言ってたりとかもする話で、それを今科学的にね人類学だとかそういうので証明されて、でそれをデータグラフ化して解いてると、すごい証明活動です ね。そういう社会現象もそういう傾向がある、うん、で自分の生命の境界もそうだよってことなんですよってことだよね、生命の成長の仕方もそういう風になっていくんで、最初がいっちゃ大変、変わってないって思いながらも続けんといかんから、僕これで泣かしちゃったことあるんですよ、若い子。泣かす、そういい意味でね、いい意味で泣かしちゃったよ、その成長曲線図を使ってだから頑張れよみたいな、簡単に言ったらそういう風な講義をしたことあるんですけど、そしたらこの高校卒業したての子がいきなり泣き出しちゃって、本当その通りだっつってっていうのを今思い出しました。お前ね、相当しんどかったらしいんだけど、なんか言われてすごいすっきりしたしみたいなこと言うと、いや励まされたなと思いますよ。なかなか大変な思いして部活やっとったんだねみたいな話で、これからも多分そういうことが職場に入ってもあると思うから、このグラフを覚えておけば今は低空で経験値貯めてるところなんだって思えるから、きっと頑張れるよねっていう話をしたことがあるんですよ。そんなこと言ってくれる大人がいたら嬉しいんじゃないですか、やっぱりね。ジュースぐらいおごってほしかったな。18歳におごってもらういやでもそういう感じで何足安楽って言いますが、やっぱり低空飛行の時は何なんだよ、多分そう思えちゃうよね、もう苦しいやん、成長してる感じがしないから。でもこれをやっぱ上がっていく感じが来ると、なんかちょっと楽になってきたって感じになって、これが安楽、ここで言うと倍の勝利だから、なんとか、その低空飛行を始めるところからじゃないと始まらないから、だから励まされるんですよ、三大会長、ジェンダー氏もそういう。同じようなことを俺も言うてるってことですよ、やっぱその低空飛行が始めないといけないから、しんどいと思うけど頑張りましょうよって、本当俺も経験してしんどかったですよ、何も買ってないって思ってる時、もう今はね難しいよね。1時間題目しても何にも変わんなかったって思った時もあったし、最初の方。今なんかもう毎日フレッシュですよ、これフレッシュ昨日の俺とちゃうわってなってるし、うわまたもう一個泥流れたっていうか、すっきりしたというか、感覚を毎日味わえてる。これはだから低空飛行の場合の1時間だと感じられない人もいるかもしれないから、嘘じゃないかっていう人もいるかもしれないけど、それで新人の場所によっては1時間で体感できる人もいるんでっていうことなんで、嘘ではないっていうことですよ、ここはややこしいところだけど、早い人は早いですからね。その人の境界にもよるっていうことだけど、俺なんかもう本当にやり始めた頃はもう地獄も地獄だったんで、めちゃめちゃ効果出るの遅かったけど、飛びましたか。だからこういうね人に勧める側になれたっていうのは嬉しい話ですけどもね。ゆうでこんだけね発信活動やってますからね。そうですよね。安楽になれたっていうのは自分で実験して思ったから、他の人にも安楽になってほしいなっていうことでこういうことをやってるわけだからね。そうよね。いうことで安楽行本っていうのはこういった内容でございましたということでね、まとめるとこれ釈尊の境界の変化をたどってきてるっていうふうに思ってもいいわけですよ、もっとマクロ的に見ると。確かに、難を超えてきてなんかこう安楽な感じになってきた、その先にえらい世界が広がる、悟りの世界が広がってくるわけだ。これが次回からですよ、本物。
法華経って釈門と本門ってのがあるって言いますよね。うん大体半分ですわ。うん1から14までが釈門で15から28がうん本門なんだけど、この本門から本当に言いたかったことを話すってことですよ。今までも深かったよね。深かった。だけどもこれでも方便だから仮の教えみたいな感じ。いやまだプロローグやったんかいこれを経たからいけますよってこと。本物の話をこれからするけどギリギリついてこれますよって話ですよ。でこれを経てなかったらついていけないよっていう、ああ、土台作りだったってことですよね。やっとスタートラインに立った。我々のチャンネルをうんもう漏らさず見てこられた方は間違いなくもう本物を見ても引かないしついてこれるようになってるってことです。そんだけのボイルがついてる。なるほど。ほら時間かかるって。で我々もそれが土台できました。うん本物に行こうよね。いう話でございますよ。はい。いざ本物へ。お疲れ。おつもと